夢十や夏目漱石第六や運慶が五国寺の山門で仁王を刻んでいるという評判だから散歩ながら行ってみると自分より先にもう大勢集まってしきりに下馬評をやっていた。山門の前、ごろつけんのところには大きな赤松があって、その幹が斜めに山門のイかを隠して遠い青空まで伸びている。松の緑と朱塗りの門が互いに移り合って見事に見える。その上、松の位置が良い。門の左の端を目障りにならないように、ハスに切っていって上になるほど幅を広く屋根まで突き出しているのがなんとなく古風である。鎌倉時代とも思われる。ところが見ている者はみんな自分と同じく明治の人間である。その中うちでも車夫が一番の多い。筋待ちをして退屈だから立っているにそういない。大きなもんだなぁと言っている。人間をこしらえるよりもよっぽど骨が折れるだろうとも言っている。そうかと思うと、へえ仁王だね。今でも仁王を放るのかね。へえそうかね。わっしゃ、また仁王はみんな古いのばかりかと思ってたと言った男がある。どうも強そうですね。なんだって得ますぜ。昔から誰が強いって仁王ほど強い人はないって言いますぜ。なんでも大和武の御事よりも強いんだつうてえからね。と話しかけた男もある。この男は尻をはしょって帽子をかぶらずにいた。よほど無教育な男と見える。運慶は見物人の評判には、異彩頓着なく飲みとっちを動かしている。いつこう振り向きもしない。高いところに乗って仁王の顔のあたりをしきりに掘り抜いていく。運慶は頭に小さい烏帽子のようなものを乗せて、周防だかなんだかわからない大きな袖を背中でくくっている。その様子がいかにも古臭い。わいわい言ってる見物人とはまるで釣り合いが取れないようである。自分はどうして今自分まで運慶が生きているのかなと思った。どうも不思議なことがあるものだと考えながらやはり立ってみていた。しかし運慶の方では不思議とも期待ともとんと感じない様子でいつ生懸命に掘っている。仰向いてこの態度を眺めていた一人の若い男が自分の方を振り向いて、さすがは運慶だな、眼中に我々なしだ、天下の英雄はただに王と我とあるのみという態度だ、あっぱれだと言って褒め出した。自分はこの言葉を面白いと思った。それでちょっと若い男の方を見ると、若い男はすかさず名のみと字の使い方を見たまえ、大自在の妙境に達していると言った。運慶は今、太い眉を五寸の高さに横へ掘り抜いて、のみの輪を縦に返すや否や、ハスに上から血を打ち下ろした。片息を一刻みに削って熱い木くずが血の声に応じて飛んだと思ったら、小鼻のおっぴらいた怒り花の側面がたちまち浮き上がってきた。その塔の入れ方がいかにも無縁利用であった。そうして少しも疑念を差し挟んでおらんように見えた。よく、ああ、無造作にのみを使って思うようなまみえや花ができるものだな、と自分はあんまり感心したから独り言のように言った。すると、さっきの若い男が、何、あれは眉や花を飲みでくるんじゃない。あの通りの眉や花が木の中に埋まっているのを飲みとっちの力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから決して間違うはずはないと言った。自分はこの時初めて彫刻とはそんなものかと思い出した。果たしてそうなら誰にでもできることだと思い出した。それでいきなり自分も仁王が掘ってみたくなったから見物をやめて早速家へ帰った。道具箱からのみと金槌を持ち出して裏へ出てみると、先だっての嵐で倒れた菓子を薪にするつもりで小引きに引かせた手頃なやつがたくさん積んであった。自分は市場の大きいのを選んで勢いよく掘り始めてみたが、不幸にして仁王は見当たらなかった。その次のにも運悪く掘り当てることができなかった。3番目のにも仁王入なかった。自分は積んである薪を片っ端から掘ってみたが、どれもこれも仁王を隠しているのはなかった。ついに明治の木には到底仁王は埋まっていないものだと悟った。それで運慶が今日まで生きている理由もほぼわかった。